美味しそう。こんにちは。今回はですね、こちらのレシピ本の増刷記念ということで、この本の中にも載っているこのブリを使った酢ブリというレシピを今日は作っていきます。普通のね、酢豚っていうのはお肉とかお野菜とかを一旦素揚げしてから最終的に炒めるんですけど、今回は揚げません。もう一切揚げずに作っていくのでね、とっても簡単に作れます。じゃあ早速作っていきましょう。まずですね、こちらのブリを 2.5 センチ角に切っていきます。本当に大まかにですけどね、ハサミで皮付きのまま切っていきましょう。で、1、2歳児はこのお魚の皮っていうのが噛み切りにくいんですね。全部作り終わった後に皮をね、外してあげてください。ここに調味料を加えていきます。お酒です。それから生姜チューブです。これで臭み消ししていきます。とお醤油です。これで下味をつけていきましょう。揉み込んでいきます。ブリ片栗粉を一つずつまぶしてオーブンシートを敷いた天板に並べていきます。今回はね、トースターで焼いていきますので、ここに並べていきましょう。で、このブリをなるべくカリッと焼き上げたいので、片栗粉ドサーッと混ぜるのではなくて、一つずつね、こうして丁寧につけるのがおすすめです。はい、でこれを焼いていきますので、トースターで15分ぐらい焼いていきます。でもしオーブンで焼きたい場合は180度に予熱して15分焼いていきます。じゃあ行ってきますはい、じゃあね、今トースターでブリ焼いている間に野菜を切っていきましょう。人参は4センチ長さの細切りにしていきます。酢豚作るときは乱切りで作ったりとかね、大きめが多いんですけど、今回は素揚げしませんので、この細切りにしていきます。細く切ることで火の通りやすさがかなりね、時短になるというのと、あと子供が野菜のこのえぐみとかをね、感じにくくなるので食べやすくなります。だいたいね、4センチ長さくらいの細切りです。玉ねぎはこの半分の長さの薄切りにしていきます。ピーマンも4センチ長さの細切りにしていきます。縦の線に入って繊維が入ってます。で、繊維をこういう風にして断ち切るように切ると苦みが出やすくなって、繊維に沿って切ると苦みが出にくくなります。なので子供の場合はね、この縦に切った方が食べやすいです。フライパンに先ほど切った野菜とどっさり、それからここにお水加えていきましょう。野菜がしっかりと浸かるぐらいの量になってます。こんな感じね。そしたら火をつけてこのまま沸騰してから中火で8分ほど煮ていきます。で、この炒めるだけだと野菜の食感が残ってしまって、あとは辛みとか苦みとかが残りやすいので、お子様が少し食べにくいんですね。なので炒める前にしっかりと柔らかく煮込んで、野菜を柔らかくしてこの辛みとか苦みを飛ばしていきます。こんな感じでブリをね、しっかり焼けました。後で炒めますので、片栗粉はね、表面に残っていても問題ないです。で、これは後で焼いていきますので、一旦このまま置いておきます。で、ここに油加えていくんですけど、まだこんな感じで水分が残っている状態で油加えるととても危ないので、火を強火にしてこの水分をね、しっかりと飛ばしていきます。油を加えていきます。これ油だよね。で、この野菜と油なじませながら3分くらい目安に炒めていきます。ここでね、ようやく炒めていきます。先ほど焼いたブリたちを入れていきます。美味しそう。私結構魚料理の中でもブリ好きかもしれない。炒
一度この野菜と油、それからブリをね絡めましょう。美味しそう。最後調味料を加えていきます。コンソメです。お醤油、お酢です。お塩、お砂糖です。それからケチャップとお水です。この調味料とブリと野菜が馴染むまで弱火で加熱していきます。でこのブリに片栗粉がついてますので、加熱していくとねだんだんとろみがついていきます。美味しそう。結構ね野菜たっぷりなんですよ。もう先にブリも加熱しているのと野菜もねもう煮込んで柔らかくなってますので、最後はね本当にさっと絡むまで炒めれば大丈夫です。これで素ブリ完成です。美味しそう。3、はい。給食嬉しいな、何でも食べましょうよく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。わ、ブリ美味しそう。嬉しい。うまブリめちゃくちゃ美味しい。野菜ももうかなりしんなりしているので苦味とかはねもうほとんどないです。あとケチャップがついてるので結構食べやすい。とても簡単だし子供が食べやすいコツもたくさん詰まってますので、ぜひ皆さん作ってみてください。